インディーズゲームを愛するあまり、パソコンの前に座るときはパンツを履いていない諸君。こんばんは。海水パンツ一丁で暮らしている、南の島の紳士クリエイター、ライドレックスです。さて、今回は個人開発中の 3D アクションゲーム、セクシーロイド、リザードハンターの進捗報告動画である。まずは画面に向かって左上に、Android の電池残量を表示した。いわゆる体力ゲージというやつである。この電池残量は敵から攻撃を受けたり、水に水没したりすることにより、減っていく。そして電池切れになったらゲームオーバーである。どうだろうか。体力ゲージが表示されると、一気にゲーム画面らしくなったと言えよう。次に攻撃アニメーションを実装した。マウス右クリックで防御、左クリックでブーメランソードでの斬撃。マウス中央ボタンは大技となっている。左シフトで前蹴り、左アルトキーで飛び蹴りである。ここから先はまだ実装していない攻撃だ。右手のブーメランはマウスホイールの回転で投げることができるようにする。ブーメランを投げた場合、ブーメラン飛行中にはマウスボタン左でパンチ、中央ボタンはストレートパンチになる予定である。動きが少し遅いと感じるだろうか。この映像より 30% 程度早く動くようにする予定である。しかし、こういうゆっくりとした動きのアクションゲームがあっても良いかもしれない。このゲームのターゲット層は疲れ切ったサラリーマン紳士や、家に引きこもって時間を持て余している紳士ゲーマーであるから、本格的な難しい操作のアクションシステムは必要ないのである。余計に疲れてしまい、ストレス発散にならないからである。このゲームの売りは、セクシーなイベント動画である。その動画を見るために戦うアクションゲームなのである。だから難しい戦闘システムはあえて搭載しない。武器はこのブーメランソード1本だけである。次にダンジョンの各部屋を仕切る自動扉を実装した。この扉があることで、自分の位置がわからなくなり、迷路のように感じる仕組みになっている。戦いに集中すると、方向を見失うのである。どの方向も同じに見えるからである。このダンジョンにたどり着く前の樹海ステージも同じように迷子になる設計だ。これらのステージで鍵を見つけ出すことによって、ゲームプレイヤーは次のステージに行くことができる。広い樹海でアンドロイドの電池を切らさないようにしながら、鍵を探しながら戦うゲームである。へんてこな敵キャラが複数登場するので楽しみにしていただきたい。ここがラスボスのいる大広間である。ここではプールの水に浸かると体力ゲージが減るトラップを実装した。水に浸かると電池が急速に減るから、プールに落ちたら、なるべく早く水面から脱出しなければならない。そして、電池がゼロになると、ゲームオーバーになる。床に倒れ込むアニメーションがうまく表示できていなかったから、映像はここまでである。次回はトカゲの攻撃モーションや、実際に戦闘した際のアニメーションを投稿する予定である。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。と、終わると見せかけてもう少しお付き合い願おう。さすがに3分では短すぎるからだ。前回、このゲームが紳士向けすぎるからスチームは審査が通らないだろうという話をしたのだが、よく考えたら、セクシーなイベントシーンだけを書き換えることで、審査が通るのではないかと考えた。動画のシーンのキャラクターに服を着せて、裸踊りではなく普通のダンス動画にするなり変更すればよいのだ。その線で進めてみようと思う。先に DL サイトとファンザで発売して、売上の状況を見てから、Steam で全年齢版をリリースする。それで解決である。いやいや、どうせこのゲームは完成しないでエターナルになるんだろうと、疑っているそこの紳士、それは違うぞ。俺は起承転結のケツから作っていくタイプだからな。完成まで何が必要かは全て最初の計画段階で決定してるのだ。細かい仕様やイベントまで頭の中で決めてから作り始める人間である。だから、必ず完成するのである。完成しない人たちは、何も計画を立てずにストーリーの序盤から時系列に作り出すような人たちだ。そういうことをするから必要ないことまで作り出したり、後になってから伏線が足りなかったり、適当に配置した伏線の回収を忘れてしまったりするのである。起承転結のケツから作り始めたら、そんなことには絶対にならない。
必要最低限のイベントや機能を過去に向かって配置してゆくからである。このゲームの場合、最初に考えるべきはラスボスとの戦いのシーンとか、ゲームの勝敗ルールそのものである。今話している作る順序の話は、設計図の話であって、最終話から連載を始めろとか、ゲーミングプログラムをラスボスから組み込めという話ではない。全体の設計図やラフを作る際の考える順序である。いつまで経っても作品を完成させられない人や、起承転結の意味を知らない人は、シナリオの書き方なんかの本を読むと良いだろう。諸君は推理小説を書く際に、犯人を決めずに書き始めているようなものだ。重要なトリックも書き始めてから考えようとして、中盤になってもそのトリックの種が思いつかず困ってるようなものだ。やってることがデタラメすぎるのである。推理小説を書く際は、まず最初に犯人やトリックを決めてしまい、それらを読者に悟られないようにしながら書き始めなければならないのだ。作者自身が犯人が誰かを決めておらず、トリックの種も思いついていない状態で、適当に小説を書き始めて成功すると思うだろうか。それを諸君はいつもやっているのである。だから小説に限らず、漫画だろうと同人ゲームだろうと、アニメだろうと完成させられずに諦めるのだ。音楽も同じである。歌物であれば主人公がいて、A メロ、B メロ、サビと続く。サビが良くなければ歌はヒットしないし、覚えてももらえない。サビを生かすための前振りを A メロ、B メロで歌うわけである。時系列に作ると失敗する理由がこれで理解できたであろう。そういうわけで、俺の場合は、最初から結末を決めているから悩まないし、完成するのである。今回の動画は以上である。